クレセリアのステータス速報。ジャースパルと申します。クレセリア対ダークライイベントにて我々を助けてくれるクレセリアのステータスが判明したようなので、皆さんと一緒に確認していきたいと思います。解禁初日の情報であるため間違っていることなどはあるかもしれません。その場合コメント欄や概要欄で追記いたします。ご了承ください。また伝説のポケモンクレセリア、1体目にゲットした個体の能力は全リサーチャー共通であることなどから、ご自身でゲットするまでネタバレはやめておくぜという方はご視聴お控えください。などと動画を作っていたらですね、なんともうすでにレノンクスポケスリ攻略ツールさん上で食材確率、スキル確率の分析終わったようなんですよね。早すぎ、びっくりしました。おそらくね、1体目のステータスが固定であることや、来光炎帝水君の時のデータがあることなどから判別が容易だったんだろうなと思います。何にせよね、クレセリアの能力の全貌を見ていきたいと思います。ということで、クレセリアのステータス、こちらとなったようです。ドーン。エスパータイプのスキルが得意なポケモンで、チームに1体までしか入れることのできない特別なポケモンです。来光炎帝水君の例に漏れず、スキルタイプのポケモンでしたね。お手伝いスピードは38分20秒、2300秒となっているようです。めちゃくちゃ速いですね。エスパータイプとしてはサーナイトの2400秒を抜いて最速。全体で見ても来光や来中に迫るほどの圧倒的なスピードを誇っています。本家ゲームではそこまで足の速いイメージがなかったので、木の実エナジー的に炎帝と同じ2400秒とかかなーなんて思っていたんですが、ポケモンスリープのクレセリアは爆速ですね。集める食材は第1食材あったかジンジャー、第2食材リラックスカカオ、第3食材安眠トマトとなっているようです。体を温めてリラックスして安眠することで素敵な夢が見られますようにみたいな、そんな食材たちですね。もしかしたらクレセリアのいい夢を見させてくれるっていう伝承はこの食材たちが答えなのかもしれません。カラカラと同じく第2食材のカカオのエナジーが優秀なタイプで、トマト以外は現行のデザートとめちゃくちゃ相性が良さそうです。イベント中は食材プラス1個の効果もかかるので、ジンジャー集めある程度任せられそうですね。来週はデザートを狙いたくなっちゃいます。エスパータイプはすでにサーナイト、エーフィー、ムシャーナとデザート向きの子が多いので、並べて使っても食材が活かしやすいのは嬉しい限りです。バリアードちゃんはモノマネができますので、それ以上は贅沢言い過ぎですかね。レベル60ネギであればコーラフィーバーですね。それではここからはクレセリアの専用メインスキル、三日月の祈り元気オール S について見ていきます。まずは元気の回復量なんですが、サーナイトたちの元気オールよりは控えめな回復量となっているみたいです。レベル1から順に3、4、5、7、9、11です。レベルは最大が6となっています。本家元気オール S の3分の2くらいの回復量となっているんですが、単体でも最低限のお仕事はこなしてくれるんじゃないかなと思います。サーナイトと合わせて使うのであればもう十分といった感じがしますね。そしてこのスキル、真にヤバいのは木の実バーストの部分だと思います。はっきり言ってこれ、ハイパー木の実バーストエスパーだと思いますね。まず基礎値なんですが、レベル1から順に自分の木の実を5、9、13、17、21、25個獲得し、チームのポケモンの木の実を1つずつ獲得します。1つずつです。レベル6でも1つずつ。なので、レベル6でエスパータイプがクレセリアのみの場合、自分の木の実を25個と、チームのポケモンの木の実を1つ ×4 体で4個、合計29個集めるスキルとなっています。元気オールのついでにエナジーが稼げるならこんなもんかと思わないでもないんですが、エスパータイプ以外の木の実でエナジーを稼ぐのにはほとんど向いていないかなと思います。ただし、5体全員異なる種類のエスパータイプだった場合、クレセリア自身の木の実を32個、チームのポケモンたちの木の実を9個 ×4 体36個、合計68個集めるスキルとなります。エスパーの木の実を68個集めつつ元気オールをするスキル、それがフルパワーの三日月の祈りの正体です。もうね、めちゃくちゃエスパー特化だなぁと思いました。ウォーグルの木の実バーストがレベル6であれば、自分の木の実30個、チームの木の実5個 ×4 体で20個、全体で木の実50個を集められるスキルなんですが、ことエスパーに関してはほぼ上位互換というような破格の性能だと思います。つまり三日月の祈りというかクレセリアというポケモンは、元気オールの部分はそこそこの汎用性を持ちつつも、木の実バーストの部分はほぼエスパー特化という二面性を持ったポケモンだと言えそうです。
これまでもそうなんですが、伝説のポケモンたち、統一パを組む時にはえげつない火力が出るように調整されてるなと思います。ライコーたちのお手伝いブーストの汎用性に相当する部分が元気オール部分ということなんでしょうね。なので現状ではラピスラズリコハンの攻略を推し進めたい方や手元にエスパータイプが多い方には非常に心強いパートナーとなってくれそうです。また今後遊び応えのあるモードなんかも開発していると告知がありましたので、ラピスラズリコハン以外でもエスパータイプが活躍する時が来るかもしれません。また来年とか再来年とかにはね、新しいエスパータイプのフィールドも来るでしょうから、そういったところでははちゃめちゃな火力を出してくれるかもしれませんね。そんな元気オールに見せかけたハイパー木の実バーストエスパー、そんな三日月の祈りでした。いやね、本当に面白いスキルだなと思います。マジで絶妙な調整をしてくるなーって感じですね。本当にお見事です、ポケスリ運営さん。さて続きまして、最大所持数が22個となっております。もともと足が速い上に元気オールも使えますので、寝ている間の最大所持数は割とすぐに埋まってしまうものと思います。食材もね、結構ね、数が少なくはないので、そうなんじゃないかなと思いますね。最大所持数アップのスキルやお休みリボンも効果が高そうなので、育てる場合はたくさん一緒に寝られると良さそうですね。まあ育つのが遅いのでね、結局一緒に寝ることにはなりそうなんですけれども、ゲットするために必要なフレンドポイントはこれまでの伝説ポケモンと同じく30となっているそうです。今後も伝説系のポケモンはフレンドポイント30で固定になりそうな気がしますね。と、ここまでがクレセリアの基礎スペックとなっております。さて、ここからはレノンクスポケスリ攻略ツール3上で分析が完了した食材確率とスキル確率も見ていきたいと思います。ということで、こちらとなっているようです。食材確率 23.90%、スキル発動率 4.10% となっているみたいです。食材確率もスキル確率も結構高いですよね。サーナイトがお手伝いスピード2400秒でスキル確率 4.20% なので、かなりサーナイトに近いスキル期待値があるものと思います。すでにね、計算ツールにも反映されていたので軽く見てみたんですが、スキル確率アップ M がある場合、1日4回近くスキル発動できそうでした。ということで、スキル確率が 1.5 倍されるイベント期間中もスキル期待値4回オーバーありそうです。1体目にゲットするいわゆるお通しクレセリアでもイベントボーナス込みであれば、あったかジンジャーも30個オーバーは稼げそうですね。コーラ狙いの方なんかは入れておいても強そうです。といった感じのクレセリアでした。今のところの総評としては、エスパータイプの木の実バーストポケモンの色がやっぱり濃いのかなと思いましたね。元気オールのみであればやはりサーナイトに軍配が上がりますので、ゲットの難易度も鑑みて元気オール狙いでゲットする感じではないのかなという気がしました。一方、今の環境の料理ではエスパータイプ同士の相性は非常にいいなと思いますし、エスパータイプ結構ね、粒揃いの猛者たちが集まっておりますので、特にラピス攻略用としては一定の需要がありそうです。エスパーチームを作る場合、メインスキルの種をたくさん食べさせたいなと思いますので、無課金的にはかなり評価の難しいポケモンだなとも思いましたね。パル目線では、今ラピスラズリコハンを攻略したい方か、いつか来る新たなエスパー島に向けて活躍してもらいたい、そんなポケモンかなと思いました。そんなクレセリアいかがでしたでしょうか。ぜひね、皆さんの意見感想コメントお待ちしております。と言い忘れてたんですけれども、1体目の性格サブスキルはライコウ、エンテイ、スイ君の時と同じとなっております。睡眠 EXP ボーナス、スキルレベルアップ S、最大所持数アップ L、お手伝いスピード S、スキル確率アップ S、性格無補正です。食材はね、全リサーチャー同じとはなっていないので、そこは運となります。またイベント中に星1ネガをリサーチできると羽毛32個もらえるみたいです。この辺もスイ君と同じですね。2体目からが本格的な厳選となりますので、皆様に素敵な出会いがあることを願っております。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッド押していただけますと動画制作の励みとなります。本当にいつも応援ありがとうございます。それでは2週間続くクレセリア対ダークライ、人によっては新生活で忙しいタイミングかとも思うんですけれども、皆さんがしっかり眠っていい夢を見られることを祈っております。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。